元の暮らしがどうだったかあまりはっきり覚えていないの。毎日出勤してタイムカードを押して時間きっかりに帰宅するような OL だったかもしれない。仕事を辞めて家事と子供の世話に忙しい専業主婦だったかもしれない。好きな男性にどう告白しようか悩む女子学生だったかもしれない。でもそれは重要なことじゃない。あの声を聞く前の人生がどうであってもそれはどうでもいい。あの声が私の人生を粉々にしたと言ってもいい。最初あの声はたまたま聞こえた幻聴に過ぎず、曖昧でか弱く羽毛のように耳に漂ってきただけだった。それなのにまだ小さくぼんやりした声ではあったけど、少しずつ鮮明に聞こえるようになっていったの。ある日目を覚ましてあの声が決して消えず耳の奥に潜む虫になっていることに気づいた。どんなに頭を振ってもかきむしっても取り出せない虫よ。私は隣人に助けを求め医者に治療方法を尋ねた。なのに結果は正常だった。隣人から見た私は正常だったし、診断書にもそう書かれていた。でもそうではないことを私は知っていた。どうしてあなたたちは平然と私を慰めることができるの？何の悩みもないようなその笑顔にゾッとする。だから私は水に頭を沈めたり大音量で耳に衝撃を与えたり針で鼓膜を破ろうとまでした。なのにあの声は私の耳元でささやき続けた。鼓膜が破れたことでさらにクリアになったほどよ。私はついにあの声を、早く逃げろという声をはっきり聞き取った。私はドアを開け放って大通りに飛び出し、道行く人たちの驚いた視線を浴びながら狂ったようにかけていった。どこへ行けばいいかなんてわからない。周りの音は聞こえないし、目だけでは乗り物や通行人の危険を全て察知することなんてできなかった。だから私は路地裏を行き来してネズミのように人々が行き交う道を避け、できるだけ人の少ない場所へと走ったの。止まりたかったのにせき立てる声が大きくなっていった。早く走れ、早くってね。私の体はもう私のものではなかった。私の体が立ち止まる決断をした時、私は愕然とした。人混みの中にいたんだもの。周りの人たちは叫びながら狂ったように私を取り囲み、そして飲み込んだ。彼らの声は聞こえなかったけれど、燃えるような怒りは伝わってきた。それは熱く逆まくようだった。何が起こったのか理解する前に、張り裂けるような痛みが体の中から湧き上がり、皮膚までもが炎で焼かれたように痛んだ。息もできないほどの痛みだったのに、耳の中の声は相変わらずクリアだった。ただもはや逃げろと叫ぶのではなく、あなたたちの罪がすべて許されますように。あなたたちの罪がすべて許されますように。もちろん神の肉体を孵化させる原料となることはお前たち罪人にとってこの上ない栄誉でもある。アサシア様、北部市街地で戦闘が発生したようです。まだこの町にとどまっているとは。ブルーマウンテンには死を恐れないものが多いようだ。戦闘の発生と同時に防空システムの光学モニタリングにより未知の物体が北部市街地郊外に墜落したことが分かりました。未知の物体ということはまだ正体が明らかになっていないのだな。まだ詳細な調査を行っておりませんが、おそらく隕石ではないかと推測されます。人類の最大の罪は何か知っているか？存じません。怠惰だ。特に明らかな異常の前に現れる傲慢ともいえる怠惰だ。嫉妬、暴食、憤怒、色欲、そして貪欲、そのどれもが人類を変えて進歩させる力を持っている。傲慢と怠惰だけは違う。
それは人を立ち止まらせる。そして立ち止まることは破滅と同じだ。今は全人類が前に進めるかどうかの重要な時だ。どんな異常も推測だけでいい加減に済ませることなどできない。分かったか？承知しました。調査の用意をします。サガン、